はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日はこの外もを使って原価計算のお話の動画をさせていただきたいと思います。今日もよろしくお願いします。別に外もじゃなくても別に何でもいいんやけどね、たまたま今外もを今日ばらしたかったからやるだけであって、外ももやからこういう原価計算をしなさいっていうわけじゃなく、一番簡単にこれを応用に、これをバラでもいいし、肩ロースでもいいし、ロースでもいいし、計算をしていけばいいかなと。この外ももっていうのは、僕個人的に思うのはローストビーフとかね、そういうのに一番向いとるん違うかなって僕は思ってます。それだけで単品で売っとるとこもあるから、普段からそういうのを使ってみるんであれば、そういった単品を買われたらええし、ローストビーフにするには僕は一番ええかなと思う。外ももっていうのはね。原価計算をするときはお店のメニューに、この商品はいくら、このカルビはいくら、ロースはいくらっていう値段の、もう決められてる店もありますし、今から、焼肉店をしようとするんであれば、まずその値段を決めていくんであると、その地域のね市場性っていうのをみんな調査すると思うんですよ。A、B、C でいろいろ焼肉店があって、チェーン店さんがあったり、いろんなお店があって、まずみんなそこ行って、カルビいくらなんかな、ロースいくらなんかな、サーロインいくらなんかな、ヒレも出してるお店だったらヒレいくらなんかなという調査をすると思うんですよ。そうするとそのデータを出していく中で、みんなと同じぐらいの値段にすればええっていうわけじゃなくてね、中ぐらいのお肉を使わん、もっとええお肉を使うっていう場合であれば、その普段いろんな平均を取ると、カルビが1000円いくらで売ってる店は、いやうちは飛び抜けて2000円にするのやっていうのでも別に全然いいとは思うんですけれども、それが通用する場合と通用しない場合もありますし、でお店の規模にもよるし、お店の中で3人4人でするんであるっていうお店やったらまた単価もまた変わってくるし、一番最初から高い値段でやっていくと、あそこのお店は高いんやって言われるようなことを言われるから、無難的な値段を最初はそれでスタートしていった方が僕はええかなというのは今となればね、そうやって思いますし、焼肉店を今されてる人がお肉の値段全ていろんなことが値段が上がってるから、実際には、大体これぐらいやるやろ、大体これぐらいの利益あるやろって言うてみんな考えてはおるとは思うし、1回は計算は皆さんされると思いますけれども、簡単な計算はされると思うんですよ。それからその単品でもみんな欲しいとこは一緒やから、必ず値段って上がってくるんですよ。それけど上がる率で言うたら、今までいくらかこう取ったやつが100円200円って上がってきたから、うちらも100円200円って上がっていけばええのやっていうやり方がまず一つあるし、もう一つは、こういう大きな塊を買っても、結構いらんとこが出てくるから、そんなん買えへん、もうこういった高いものを買ってその時のその利益を抑えていくんやっちゅうのが大半皆さんされとると思うんですよ。内臓も同じことが言えて、内臓のフルセットを買うのと、単品もんで単ハラミを買っていくっていうやり方も一緒のことやと思うよね。牛肉のここのいい部分っていうのは探せば結構売ってくれるとこ多いと思うんですよ。だけどタンとハラミっていうのはやっぱりなかなか売ってくれるとこも少ないと思うんですよね。でその中で国産牛やったり乳牛やっていうのは結構数はあると思うんですけど、でその国産牛やその乳牛とかのタンハラミを買っていくのと、輸入もじゃあ内臓のフルセットを買いました。小腸もたくさんあります、レバーもたくさんあります、あといらん、千枚もあるし心臓もある。でその中で比重が一番大きいのが、レバーと小腸の比重が一番目方が多いんですよ。
で内臓っていうのはまあ単品で買う場合はキロいくらになってますけれども、フルセットで買う場合だと1頭いくらやと思うんですよ。まあ前もこういったお話の動画をさせていただきましたが、その時に最初計算した時は単が、5,000円6,000円で収まりました、原価がね。でハラミもだいたい5,000円6,000円で収まったやろうなって皆さん思って見えると思うんですよ。それけどやっぱり大きい小さいがあるから、キロ数でかいの買えば評価としては値段下がるんやけど、実際の買うともう必ずマイナスになっとると思うんですよ。でそういった面も同じように、その原価計算のやり方を全部僕がこれでご説明しようかなっていうのもあります。買い方によってはね、お前みたいな買い方せえへんから別に役に立たんと思われるかもしれませんけど、今後だんだんと値段が高騰もしてくるし、知っといて損はせんかなっていうだけです。だいたい肉屋さんみんなそうやってしてますから、肉屋さんでみんなそうやってしとんねんやろなと思ってもうたらええと思います。はい、これが外ももを大雑把に 1,2,3,4 つばらした場所になります。最初の目方 11.7 キロ、焼肉に例えるのであればこれとこれとこれは焼肉に使えます。これは焼肉にも使えますが、評価的に言うたらまあこれが例えで言うと、これが焼肉で使うんやったらキロ3,000円でうちはこう出ます。でこちらは3,000円では無理なんですよ。買うた時はこれが3,500円で買いました。だけどこれは本当は3,000円ではあかんけど3,500円にしようとします。これ3,500円ね。でこれは3,500円では使えない。なんで使えないかっていうと、ここからこういった筋やいろんなもの取ってくるから2,000円にしましょう。合計計算をしていくと、最初の買ったこの目方と最初に買った、目方が一緒になればいいだけやから。だけどこの時にこういったいらん油はまだこれ取ると思うよね。ツルツルにするんであればかなりロスも減るし、そうすると3,500円ではもうまず無理やと。極端に言ったらじゃあ4,000円でやってみよう。4,000円だけどここは2,000円しか無理やっていう計算を紙に書いていくんです。これを計算でキロ数を測っていって、その合計金額が、一緒になればいいだけなんですよ。まあこれは皆さん誰でもされると思うんですよ。外ももで言うたらこの枕っていう部分とこの中肉っていうかな、これは僕のやり方だね。こういう計算、こうとでこの部分のこっち側は硬いからこの半分はこっちに行くと。これも同じこの辺の、枕とか資金棒とか言われるところですけど、こっちのこの半分はこれ半分に切ったとして、こっちとこっちはこの真ん中に来る。でこれが一番安い常になるという計算をしてからダメなんですよ。全部が全部同じようなお肉じゃないので、この中でもいいところはそこそこの値段にしていく。ここにまだ筋もついとる、油もついとる。一度全部皆さんツルツルに、もうここの油もね全部きれいにツルツルに真っ赤っかにしてみてください。一回ね。そっからここはとこことここは同じ値段、これとこれとこれは同じ値段で、これも全部バラバラにして、筋肉油、この中でもこっちのこの上の部分は使える、こっちのこの部分も使える。じゃあこの使えるところはだいたいこれと同じ値段とかね、もう全部紙に書いていくんですよ。めんどくさいんやけどね最初は。でその紙に全部書いていって、自分どこのお店の売りたい原価をまず書くんですよ。普段売っとるそのカルビが1,500円で売っとる。じゃあうちは原価で言うたら1,000円で仕入れられたらええなっていう数字をまず書いていくんですよ。全部ね。でそこからそれに当てはめて、この自分が買いたい値段とその部分のその評価の計算を全部計算していて、びっちり最初に合った値段になればいいんですけれども、必ずならないと思うんですよ。だからその利益率を取っていこうとしようとすると、これ油はすってないけど、僕はなんで最初に油を全部取って筋も全部取って真っ赤かにしてくださいっていう意味は、仕入れ原価っていうのが
高くなると思うんですよ、必ずね。それをその値段の原価にしていこうとすると皆さん工夫されると思うんですよ。こういった場所とかの油っていうのは、油やったり筋は必ず硬いから、ここは取らなあかんけど、極端に言うたらこの辺の油は取らんでもいけるやろ、せやけど取らんでもええけれどもつけとくとお客さんが、子供さんとかやと硬いって言われるから隠し包丁を入れたり、手間暇はかかるんやけどね、こんだけの油があったらうちでは使えやんなとかで、それが逆に、油が少なくて値段が高かったら、これぶどまわりがこんだけで収まるで買いやなっていうのが分かってくるんですよ。じゃあこの1個ずつの計算っていうのが、うちはそういうパソコンに全部入れてあって、その数字を毎回こう打っていくんですよ。そうするとこれの一個一個の評価が全部出てくるシステムを作っていった方がいいと思います。今回外ももにしたっていう理由は4つくらいしかないから分かりやすいかなと思った。目方で買った時の原価の値段と合えばいいというだけ。計算の仕方っていうのが1個ずつ1個ずつ計算していくんじゃなくて、自分の売りたいこの原価の値段を作っていって、絶対合計金が合わないと思うんですよ。で合わん時はどうしたらええかっていうのが、自分の理想な原価計算の合計金額と元の買った時の合計金額を、割るんですよ。 0. いくつやったら 1.000 ってなるんですよ。 1.000 かける自分の売りたい2000円をかけていくと1個ずつの値段がもう全部出てきます。で最初はそれめんどくさい本当のめんどくさい。パソコンでしたら数字それパパって入れるだけほどバンともうパソコンで出てきます。だからそれを全部できていくともう仕入れも楽やし、内蔵セットもそういう風にしていくと計算ができるから、基本はフルセット買えばいいと思うんですよ。たらずまいをタンとかハラミとか買うとこがあれば買っていくと採算ベースに合っていくというやり方。もし自分がやっていってわからない、言うとる意味はわからん、もう最初から聞いとってもわからんって言うかもしれへんけど、お電話いただくか、でも現実にだけ来てもらって話した方が手っ取り早いですけど、これからなんでも値段が高騰してくるし、単品もんで売ってくれる人っていうのがないことはないけど、これから数が減ってくると思うんですよ。牛も減っとるから農家さんも減っとるんやから。だから自分が欲しいそのバラヘッドっていうところはね、みんな欲しいと思うんですよ。貝のみとかね、あそこが2つあれば焼肉屋さんとかしては成立していくから、安いカルビやったりするのは全然どこでも仕入れられることもできるし、いろんなことができるから。だけどそういうことがだんだんと難しくなってくる時代じゃないかなと思うんですよ。ツルツルにしてやっていくらネットとかでも売ってますけど、ああいうやつは値段がそこそこ高いんですよ。この原価計算ができとると、それが今までは高いと思うとったかもしれへんけど、それがかえっていや安いなそれって思えてくる日が必ず来ると思うんですよ。さばくのがうまい下手って、ほら上手な方のがこういうぶどまわりっていうのはよくはなるんですけれども、やっぱりそれよりも仕入れが全てやと思う、僕はね。ちょっと今回のこの外ももがちょっと油が多いな、落ちるな、容器あるなっていう場合であれば話がしやすいじゃないですか。向こうとしてはこの値段で売りたい、いや俺はそんな値段で買わん、この値段やったらこうたるって言うたらね。でもそんなことをずっと言い続けると業者さんがもうあそこに持ってても買うてくれやんで嫌やってなるんやけれども、逆にそれが油が少なくて業者さんが普段は3000円って言うとるやつ、今回油が少ないから3200円3500円で買ってくださいって言った時に、もう計算ができとるからええよって言って3500円で買える。それのメリハリをきちんと業者さんとかしてった方が今後は得やと思います、絶対ね。もう僕の中にはいくらいくらっていうセットで言うたら、うちはこれ以上のセットはよう買わんなっていう数字があるから。これは5の9です。じゃあ今回これ5の12のメスが来ました。値段も張ると思います、そんなやつやとね。せやけどこれで言うたら僕の頭の中で
半分が大体メインなんですよ。せやけど5の、12のメスが変わった物ええしそんなにくどくないし小刺しやなっていうんであればここら辺まで刺しが入って使えると思う。もうこの先っちょはちょっと無理やけどねこれくにゃくにゃこの辺からこの辺まで、使えるなと。で最初のこのベースを自分がここまではいくらっていうベースを作っていくと牛をこうで高くなってもここからここまでが使えるから肉自体は高いけど使える量が多いから損はせんと。その基本の値段ができとれば高くてもこれやったらのが使えるなと。経産牛っていうのも主流になってくると思うんですよ。せやけど経産牛の脂っていうのはあんまり美味しくないから経産牛でサシがまあまあ入ってていい肉の質やなって言ってそういう単品もんがだんだんと市場性に回ってきた時にその脂をもう全部経産牛やで俺は使いたくない全部剥がしてしまえってなれば原価計算ももう頭の中でできとるから今後買い方が変わってくると思う。このお肉が普段いくらかで買うてます。でよその業者さんが自分が買うとるやつよりも安い値段言うてきたら「おそれ安いな俺買うわ」でみんな買うとると思う。その肉の質を見ながらぶどまり計算油の量とか見ていって普段より買うとるよりは値段は高いけどお得やなっていうのが出てくると思う。でそんなんを使っていった方のがやる側も出す側もやっぱり自信持ってできるしそれを切っとる人とかやったら即答ができるから小さいお店やったり自分がやっとるお店やったらファンも増えてくると思うし今回こういうお肉でこんな質でこういうお肉やからええよとかね言えるし今年もせやけど普通1月2月っていうのは割に投げ物が出やすい時期なんやけど今年はなかったな。あんまり売れてはないとは思うんやけど需要性はあんまりなかったんちゃうかなと。せやけどそんだけ牛がねそういう話はあんまり来やんだ。来た話は計算の話ばっかりかな。だからみんなそういう牛はもう投げ売りしたくないと大手さんももうなっとるやね。どうせそんな安い値段で売るぐらいやったら言うたらどうしとるのか僕には分からんけど、冷凍にしてしまえとかそんなもん考えとるんちゃうんかな分からんけどね。以上ですはい今回は牛肉の僕なりの原価計算の仕方のお話をさせていただきました。どうもありがとうございます。株式会社稲垣では LINE 公式アカウントの方で、お肉の卸販売を行っております。まずは、LINE のお友達追加の方よろしくお願いします。なんでコストコなんか用意しとんのやろとずっと前から思う。焼肉屋さんだけじゃなくて一般の人も見るっちゅうことだよなあれ。みんな大概コストコで肉買う人多いでええっちゅうことやなあれ。なるほど。